これは今日仕入れてきた、ジュリアンです。でね、ちょっとね悪いの。葉っぱが黄色かったりとか、お花がシミがあったりとか。でこれをこのままにしとけないので、ちょっとお手入れします。でジュリアンっていうのは、ね、この中にいっぱいつぼみが上がってきます。これからのお花です。でこうやって苔が生えてるってことは、結構長く育てていて満を持して出荷したんだけど、ちょっとだるい感じで、これ競りには出てなくて、それで持ってってくんないって言ってね、安く買ってきました。ちょっと欲しかったのは欲しかった。なんで競りしないんだろうって思ったんだけど、なんかね、市場でもね、これちょっとダメかなって思うものは競りに出さない時あるんですよね。あれ並んでんのに下げちゃった。こういうのは取ります。そうするとね、ちょっと寂しくなるよね。こうやっていっぱい咲いているようでも、根元の方で取って、で茶色くなってる、黄色くなってる葉っぱを取る。ちょっとね、ポットをね下げると取りやすい。で、今すぐ植える、端から順番に植えていくわけじゃないので、ちょっとね、まずはお手入れね。だからね、隣の花屋のおじさんとも言ったんだけどさ、お手入れ前提みたいなものを買うっていうことが果たしていいことだろうかね。もう完璧な状態で仕入れた方がいいんじゃねえのっていう意見は、私は賛成といえば賛成ですね。これ売れそうだなと思って仕入れたものでさえ売れないんだから、ダメかもと思うものなんかね、仕入れちゃダメだよって。今ね、何もかも高くなってますから、花買わなくても死にはしないっていうね。どっちかっていうと今日のご飯の方が大事だ。私も子供育ててる頃はそんな感じでしたね。もったいないけどこういうのも取っちゃう。そうするとおいおい葉っぱはなくなっちゃうじゃないか。お花一輪。でもとりあえずね、お手入れ、いつかねいい日も来るさと思って。ほんとね、楽あれば苦あり、苦あれば楽ありですよ。私なんかもね、どれだけ良かったと思った次の瞬間に打ちのめされるようなことがね、繰り返しそうやって地団駄を踏みながらね、子供を育ててきました。でも子供っていうのはもう社会性のあるところでね育っていく生き物ですから。だからね、うちの子なんかは幼稚園入るまでは何の問題もなかった。次男なのね。次男のことを特に言うんだけど、発達障害だから。でも学校に入ると途端にね、幼稚園からだけど、幼稚園に入ると途端にその問題児になっちゃうわけ。聞き分けがないだとかね、癇癪持ちだとか。昔で言うと渦救命眼のカンノムシってやつですよね。この子は勘が強いね、カンノムシが強いねっていう感じの子でね、そこで怒られたり喧嘩したり理不尽だなと思ったりとかね、そういうことを繰り返し体験しながら社会性っていうのを身につけていくんですよね。だから変にかばったりね、もうやめちゃえっつって学校行かなくなったりとかね、そういうことをしてずっと私がね面倒を見てあげられるんだったらいいけれども、一人で自立して自分の食いぶちは自分で稼ぐみたいなねことをしてもらわないわけにはいかない。もう貧乏暇なしの母子家庭だったから、そういう社会性を身につけるっていうためにはね、いろんな問題を学校にいる間、小中ぐらいかな、小学校中学校の間に体験して、そして解決していく。それはもちろん親子で話したりして、こういうところが良くなかったんじゃないのとかね、なんでそんなことしたので、それはそういうことで腹が立ったのねって。でそのことはちゃんと言ったの、相手に言ってない、言わなきゃ分かんないよね。で全部ね、あなたが悪いってことになってますよって。で交渉していくのも、それはね、今はね私が代弁できるけど、いや実はねこの子はねこういうことがあって腹を立てたんですよって。小中学生ぐらいの時はね、間に先生が入ってくる。喧嘩したりとか、どうしたんですか、この子はやんちゃだからっていうね、レッテル貼られてはいましたけれども、
私は果敢にねもう学校行ってましたから。でね、こういうことでこの子はこう腹を立てたんですよ。通訳ですよね。で、なるほどなるほど、そうだったんだね。じゃあそのことをね言って仲直りをしてみましょうかだとかね、そんなことを散々やったんです。でもね、そういうのって高校生になってやらないでしょ、親って。高校まで出張ってお友達に、うちの子はねこういうところがねおバカさんだからねこだわりが強いのよとかね言わないじゃないですか。だから高校生ぐらいになったら自分で言えるようにしとかないとね。で、そういうのの練習ですね。日本ってそういうね小学校中学校っていう段階があってね、割と先生もね親身になってくれたりしない人もいるっていうね。でもまあ SOS とかはね諦めなければどこかでこう見てくれる人とかがねいるはずと思ってねやってました。もうほんとねなんかね他のクラスのね女の先生で関係ないよっていう感じだった時があった。なんか私がちょっと喋ってたらね、それで私は関係ないですからみたいな感じだったんだけど、そこで私はねちょっと嘘泣きをしてね、うっとか言ってね泣きそうな顔してね言ったら、お母さん大丈夫ですかとか言って話聞いてくれた。だ演技力とかも大事泣く玉じゃないんですけどね。そしたら聞いてくれて、もう同情心を誘う、そんな悪いこともしてましたよ。でもねおバカさんなんだけど、なんかね楽しい授業とかねそういうのもあるのでね、何が楽しいって体育が楽しいとかねそういうことじゃないんですよ。本当勉強とか嫌いなのかなと思ってた。できないし。そしたらね、なんか教科担任で社会はね他の先生とか、音楽は他の先生とかね、小学校でもそういうのあるんですよ。それでうちの担任が何を教えてたのかな、体育とか教えてたのかな、男の先生だとか。それでそのね私が嘘泣きした女の先生は社会を教えてた、うちのクラスで。それでね、なんか日本の歴史の話がすごく面白かったみたいで、うちに帰ってきてね日本の歴史の話をね、こういうことがあってね、こういうことがあってねってね、すごい喋ったことがあったんですよ、うちの次男が。それでね、本当ね、学びっていうことをねまるっきり放棄しているわけではないんだな。でこれが面白いなと思ったこと、興味を持ったことっていうのがあるわけでしょ。その日本史、なんだろうな、鎌倉時代とかそんな感じかな。聖徳太子、もうちょっとよくわかんないけど、壇ノ浦とかそういうやつ、平家物語とかそこら辺の話かな。ね、鎌倉時代とか、その平清盛だとかね、牛若丸なんだっけ、源頼朝と義経と弁慶みたいなね、そんな話をね、しかもねちゃんと覚えてて、割と順序立ててね間違ってなかった。その話をね一生懸命夢中になって喋ってた時に、やっぱりねその病院の先生も言ってたの。この子はバカじゃありませんよって。うちの子バカだからって私が言ったら、この子はバカじゃありませんよって真顔で言われて。だからね、本当ただね、その歴史の授業1時間だけね一生懸命聞いてね、歴史楽しいって思ったかもしれないけど、続かないっつうのは続かないね。まあ難しいとこだね。でも最終的にねお勉強したい、学びたいっていうタイプの子じゃなかったから、それよりは自立してね働いて稼ぎたいだったから、その大学行きたいなんてね、大学のダの字もないですよ。うちの子みんな貧しいこの家庭から早く自立して自分の稼いだ金でうまいもの食べたい、いい暮らししたい、そういう感じでしたね。でも私はそれでいいと思う。適材適所、何が何でも大学行ってくれとかね、
全然思わない。大学行ったからといってね、人生勝ち組かっていうとそうでもない。私大学行きましたからね。お金、私立の大学出させてもらって、ろくでもない人生、いつまでたっても親に心配かけて、ね、だから社会に出てなんていうのかな、知的なところにいれば変なトラブルっていうのは起きないと思うんだけど、なんか職人さんみたいなね、そういうところで働いてると無理が通れば道理が引っ込むみたいなね、そういうこともあるじゃないですか。強い方が勝つとかね。そういうのは結局パワハラ体質みたいなことなんだけど、そういうのはどこでもあるけど、やっぱり職人がそうだっていうわけでもないんですけどね。ちゃんと自分のことが言える、自分がいい悪い、それは OK、 それは良くない、そういうことをちゃんと言えるっていうことを学ぶっていうことが大事だと思いますね。でこれがね、今年の初ビオラ、安いビオラです。どんなもんかね、ほら見て、ちょっと伸びてるよね。伸びてクラクラしてる。こんな伸びてる、若干伸びてるが水切れ、このぐらいがギリかな、ね、この初ビオラをどうしましょう。これは水をやる、これだけだね、水切れはね。こんな色は可愛いよね。これなんだ、北総グリーンハウスのパンジービオラその他って書いてある。パンジービオラその他、なんていう大雑把な、ビオラですよね。ビオラの品種名は書いてない。でこれをね、がっしりした苗にしたい。私が思うにね、ビオラなんてこれからいくらでも出てくる。もう売るほど出てくる、市場にね。なので一つ一つそんな手間かけて、ほんとね、仕事しないと売れないような苗を買うんじゃないっていう隣のおじさんの言うことは大正解だけどね、すごい高いのは買いたくなかったし、ビオラは欲しいし、パンジーはまだ出てない、ビオラは欲しいし、というのでとりあえずって言って買ってきたのでね、私が思うにこれね、ちょっと鉢増しをして、これ同じサイズだね。鉢増しをして、そして徒長してるところを切ったらどうだろうか。1年前もすごく切ったんだよね。だからそうやりゃいいってことは分かってんだけど、このぐらい花の色は分かるように残しとく。で根っこはね、いじんなくていいよね、このぐらいだったら。こんなもんでいい。下に土を足して、でちょっと肥料を入れて切り戻した。4寸のポット捨てないでよかった、ね、土を足して肥料を入れて、でこんなクラクラなやつを、でこのぐらいに切る。そうするとクラクラも減ってくるね。根っこは悪くない。下の方の溶けちゃってるようなのは取る。黄色葉っぱもね、カビの原因になりそうなものは取る。もうね、ほんとね、思い出すとね、次男坊はね、大喧嘩の後始末みたいなね、そういうの多かったですね。なんかね、うちの子は乱暴者だみたいな評判になっちゃってて、おとなしい子とかは遊んでくれなかったので、親がね、うちの子と遊んじゃダメよって言ってたらしい。それで遊ぶ子はね、ちょっと癖のある子が多かった。だからね、おとなしくていい子は遊んでくれなかった。だから遊んでくれない子が多いとね、それは親があの子と遊んじゃダメよって言ってるから遊べないでしょ。そうするとね、遊ぶ相手って癖のある子が多くなる。でそうするとね、癖のある子と遊んで、そういう子が集まるからさらに評判が悪くなる。でよそで遊ぶとね、見てないとこで悪いことして帰ってきて、それでうちに苦情の電話が来たりするから、もうとにかくうちに来て遊びなさいって言ってね。でうちはもうほんとね、うちの次男坊が小学校
3、4年生ぐらいの頃からね、もうほんと毎日男の子が15人ぐらい遊びに来てた。もう児童館的な感じでね。で全員と遊んでるわけじゃない。こっちでテレビゲームしたりね、なんかあの当時なんだろうな、任天堂のゲームボーイとかね、そういうのをこっちで集まってやってた。でこっちではね、テーブルのところにネット張ってね、卓球やってたり。それでまあね、麦茶とかは出すし、まあ、軽くお菓子も出すんでね、結構ねお友達いっぱい来てたんです。でいっぱい来て遊べてればね、なんか寂しくないでしょ。仲間外れっぽくもないし、もうね、よそ行って遊んでくると喧嘩して帰ってくる。一番ひどい喧嘩はね、まあ一番かどうかわかんないけど、うちの子の顔は傷だらけ、ひっかき傷だらけ。もう顔が腫れ上がって帰ってきた時があって、どうしたのって言ったらね、なんか間に入ったお母さんがね、いやうちの子はね悪くないんだよって言ってくれたんだけど、なんかね、そのお友達がねすんごい癖のある子でね、それでまあ学校でも問題児。それでまあその頃の担任の先生がね、いやお母さんはね絶対うちの子が悪いって言わないから絶対謝らないからって言ってた子だった。それでその子と仲いい子とうちの子が仲良く遊んでたら焼き餅焼いて、それでうちの子も自転車を隠したりとかね、洋服をね踏んづけて泥だらけにしたりとかしたんだって。それでやめろよとか言って喧嘩になったらしいんだけど、うちの子も頭に来てるからね、様子を見てたお母さんが間にね体を入れて止めに入ってくれたんだけど、そこまでねもうくんずほぐれつ、もうどっちも引かずに、でうちの子はねどうやら髪の毛引っ張ったらしいんでね、噛みつかなくてよかったけど、小学校2年生の時かな。で小学校2年生ぐらいの子供ってね、そんなに長いこと喧嘩しないんですよ。喧嘩始めちゃってもね、誰か止めてくんないかなって周りを見ながらね喧嘩してるっていう感じだから。で喧嘩って必ず誰か止めるでしょ。でまあその喧嘩もその両方のうちの子とその喧嘩相手とね、両方の子が好きだったこのお母さん、男の子ですよが止めてくれた。それでね、まあ向こうは髪の毛引っ張られて、それでまあ多少の怪我もね、引っ掛け傷とかあったかもしれない。それでね、親がすごい電話かけてね文句言ってきた。でもね、私はそのうちの子もすごい怪我してるしね、一方的に謝りはしなかったわけ。そしたらね、お母さんが来てね、電話ですごいギャンギャン言ってたんだけど、どんなにギャンギャン言ってもごめんなさいも言わなかったの、私が、ね、自慢話じゃないですよ。それでね、そしたらお母さんがね子供を連れてね来たの。謝れって言って、どうしてくれるって言って、それでね子供を連れてきたから、もうそれこそね子供連れてきてくれたらもうこっちの問題じゃないけどね、お母さんはすごくギャンギャン言ってるんだけど、お母さんはまあ置いといて、その子に向かってね、私がねあなたねうちの子の自転車を隠したりとかね、大事にしてる洋服をね踏んづけたりとかして汚したりとかしたんでしょ、それが原因なんでしょって言ったわけ。そしたらね、まあそれが原因だからね、その子もね自分も悪いなってだんだん分かってきてね、それでお母さんがね、うちの子はね髪の毛引っ張られてね夜中にね泣いてたんですよ、痛くてっていうわけ。それだからうちはね、うちの息子を出してきてね、そしたらうちの息子の顔の方がひどいの、ひっかき傷だらけで、もうなんか縦横無尽に顔に傷がついてる。でそれを見てね、あなたのお子さんそんな髪の毛引っ張られて痛いって言うけど傷一つないじゃないですかって言ってね、でうちの顔、この顔見てくださいよってね、こんだけ引っかき傷だらけでね、でもうちの子ね夜中にね痛くて眠れないなんて言ってね泣いたりしませんよって。もうね昼前に喧嘩して夜だから、その時泣いたかもしんないけど
泣いてないと思うけど、でも夜まで痛がって泣くようなことしないね。どう見たってうちの子の方がひどいじゃないですかって言ったらね、なんか諦めてね、お母さん帰ったの。ごめんも言わないで。それでね、そしたらその日の夜にお父さんが来て、子供連れてね、でうちの息子にね深々と謝ってくれたの。それでね、この話をうちの学校の担任の先生にね、こんなことがあったんですよって言ったらね、すごいね、あの家族に謝らせるなんて、今までね、あのお母さん一度も謝ったことないですよ、絶対謝らない人だからって言われたの。でもね、なんかそんなことがあるとやっぱりその顔に縦横無尽に傷がついて学校行くでしょ。それでもうそんな大きな喧嘩はね、年に1回とかね、人生で何回もあるわけじゃない。だけどそんな顔して学校行ったりするとちょっと怖いっていう風になっちゃってね、うちの子の評判は落ちますよね。あの子って乱暴者だとかってなっちゃう。もうほんとね、そういうことを乗り越えてね。だからそれでもうちの子と遊ぶ子はもうやんちゃな子が多かったね。きちんとしたご家庭の子は来ないっていうかね。でもね、15人も来てるからね、結構まともなお家の子も来てましたよ。まともなお家のお子さんはね、ちゃんとね、100円菓子とかね、袋菓子とか持ってくる。でみんなで食べて、うちもね100円のね、俺のおやつとかいうねお菓子を買ってね、1日に2袋ぐらい出してたかな。でなくなったらしょうがないよね、あるだけよっつって、そういうお付き合いの中からうちにもう高校卒業してからもだね、20歳過ぎまでうちに居候してた子っていうのも現れた。仲良くしてましたよ。でさっき言ったけど、子供って取っ組み合いの喧嘩とかし始めるとね、実は誰かに止めてもらうの前提でやってんですよね。シェッとか言ってね、しょうがねえ許してやるかとか言いながらね、こう別れるんで、これねジョキッと散髪しちゃってもいいんですよ。そんなに数ないから丁寧に切ってるけど。ほんでね、こういうのは切ったやつ刺しといてもね根がついたりする。めんどくさいからやらないけど、だって1ケースですもんね。でこれかなり短く切ってるけれども、まだ暑いからね、どんどん伸びちゃうんですよ。だからこれがまたどんどん伸びてきたらもう一回散髪するようですね。である程度こうがっしりと落ち着いた株になるまでちょっと 1,2 回ピンチするかもしれない。でもね、うちの息子は結構執念深くてね、幼稚園の時に嫌だったこととかね、次男ね覚えてる。あいつはどうだったとか結構執念深いよね。でその喧嘩したことはね、その子が引っ越しちゃったっていうのもあるけど仲良くはならなかったね。でもね、自分家の子供がめんどくさい子でよそんちの子供もめんどくさかったりすると、あんまりね人の世話までしてらんない。だから引っ越しちゃったって言ったら、よかったなって思っちゃった。そんなこともあるさ。でもね、いろいろあるでしょ、人間関係とかお友達とか。でも大人になったらね、もう付き合いは全くない。よそのお母さんともない。仲良くしてれば、普通の人は付き合いあるのかもしれないけど、その PTA で役員一緒やったとかそういう人ともう全然ない。仲良くしてるのは幼稚園の時のママ友っていうのはお友達関係続いてますね。ランチ、それでもこの頃1年に1回ぐらいかな、ランチしたりするの。だからね、今本当に人間関係で悩んでるお母さんなんかね、もう5年経ったら絶対付き合いないから、嫌な人と。もうそれ考えてね、ドライな感じでね付き合っちゃっていいと思う。ただ子供の友達同士でね知り合いっていうだけだから、ママ友なんてちょっとねめんどくさくなっちゃったから鉢に植えちゃおうかな。これはパンジーだけの寄せ植えってことだね。色をね考えないとね。これが薄ピンク、薄ピンクじゃない、薄黄色、黄色、紫、青で、これがこんな
夕焼け色。これでね、これ切っちゃうから、ね、色わかんなくなっちゃうけど、まあいいか、ランダムで。でもね、私は自分の子供をね、別に諦めていたわけではないからね、ちょっとわからずやのところもあるけれどもね、喧嘩してるとか言ってそれが悪いことって言われちゃえばそうだけど、意地の悪いことをしたりとかはしないし、だから煽られてね、なんかやっちゃったりとかすることがあって、そのね、こう言えばうちの子がカッとするっていうの分かってて煽る子とかがいるので、そういう子の方がよっぽど性格悪いんじゃないかと思って、ね、そういう子ともう本当に大人になってからね、楽しく生きていけるっていうことを考えるとね、そんな意地悪なこと言うような性格っていうかな、なんか意地悪されてへこたれちゃったりしないとかね、ちゃんと言い返せたり、メンタルが強かったりとかね、メンタルを強くするってことかな。何ってどういうことって言える人になる。だからね、ちょっとうちの子は、体も大きいしね、街に出てこうカツアゲされちゃうようなタイプではない。そこら辺はもう安心できる。かといってカツアゲするようなこともしないしね。だから子供の時のね、ちょっとね、みんなね、いいとこも悪いとこもあるんですよ。みんないいとこも悪いとこもあって、でもうちの子これができなくてって言ってこう申し訳ながってね、なんか小さくなってごめんなさいばっかり言っててもしょうがない気がする。だからうちに集まってる子は一癖も二癖もあるね、吐きだめみたいなね、子供たちがしょうもないのがね、うちに集まってね、チャイム鳴っても帰んないしね、なんか悪そうなのが集まってるよって言われてたけどね、私はね本当に思ってたんだけど、吐きだめに鶴だぞと、誰が鶴かは分かんないけど本当に思ってました。その当時そのぐらい思って育てないと子供なんて。だからね、今はみんなちゃんとね、今はちゃんと稼いで仕事してね、やってますよ。でそれは今だからね、もうそれが一生ってわけじゃないから油断はできないけどね。あと4つ、これ4つ入れたら多いよね。もうちょっと大きいので4つ入れるか。安いビオラをおしゃれポットに植えてみる。見て、これおしゃれな、これ鉢が1000円ぐらいする。1000円の鉢の無駄遣い。何のブランドでも何でもないビオラを植えちゃう。どうしようね、なんか大変なことが起きたら。大丈夫だと信じたいけど、11月過ぎたらこんなに深い切り戻しなくていいと思う。パンジービオラね。それでおすすめはもうちょっとしてから買って、それでちゃんと花のついてるね、最初から花が結構いい感じについてるのを使うのが私はおすすめ。これおしゃれ鉢で1500円って言ってもさ、欲しくないよね、こんなんね。この子の日の目を見る時が来るだろうか。よし、ちょっとゴロ土入れて水はけよくします。よし、今日はこれでいいや。今日ね、畳屋さんが来てね、畳の寸法、ここ飛行機すごいんだよね。結構すごい爆音だね。今日ね、畳屋さんようやく呼んで2枚注文しました。もう畳表のランクからね、厚みどのぐらいとかね、あと畳のへりの色とかね、
そういうのをサンプルもらって、最初これがいいと思ったのがあったんだけど、うちの母さんピンク色が好きだからね、赤っぽいのと思ったんだけど、なんかね、ネットで調べたら、狭いところだとヘリの色が薄い方が圧迫感がないとかね、いろいろちゃんと能書きがあるんですよ。それを調べてね、ピンクじゃないのにしました。明日か明後日、明日晴れたら明日、雨だったら明後日ですって。楽しみですね。畳2枚で4万円。これね、窓かずらがね3つ残っちゃったの。それでね、これ 3.5 のポットで、抜いてみると3寸ポット、こんなだからね、あんまりねいい感じじゃないよね。これを植えます。なんかね、土があんまり良くないから、なんか珍しくあるんだけど、これカインズのね、観葉の土、これで植えてみるか。なんでこんなのがあるかっていうと、高い寄せ植えを頼まれたから。で、この窓かずらがね、ちょっと気に入らなかったのは、まっすぐ立ってなかったのね。だからまっすぐ植えます。これでいい。これでね、いずれ支柱が必要になってくるかもしれないんだけど、そしたら支柱立てます。夕焼け放送ね、こんな土だもん、ビシャビシャしちゃって。それでもね、こう生きてるからね、観葉ってものすごくもともと丈夫なんですよね。観葉植物を置く場所ってね、割となんていうのかな、デモンストレーションじゃなくて、なんていうの、ショールームとかに置いたりとか、駅とか病院とかに置いたりするんで、病院でね、生きた植物が枯れ果ててたら嫌だろうけども、割とその専門のお手入れ担当がいないようなところでね、観葉って育つことが多いんです。で、それでもへこたれないようにしてね、それで観葉植物のリースとか言って1ヶ月に一遍ね、取り替えてくださいなんていうのもありますけど、その1ヶ月間とにかく生きててねっていう感じの植物ですね。そういうリースなんかしてるとね、ここの場所にはこうお花の好きな人がいるなと思うと、こうベンジャミンとかね、可愛いけどちょっと弱いとか、そういうのも置けるけど、もうなんか水すらあげてないんじゃないかみたいなところだったらね、もう丈夫、絶対丈夫っていうようなものを置いてきます。なんていうのかな、幸福の木とか、あとはクワズイモとかね、あとはでっかいサボテンとか。でもああいうリースもね、もう、買っちゃっても同じぐらいの値段だったりするんだけど、枯らしたりした時のなんていうのかな、処分とかが難しいような人はリースしたりしますね。うちいっぺん頼まれたんだけどね、やらなかった。よし、今日はこれでちょっと満足してお家の中入ります。これはね、ジュリアンです。で、あんまり良くなかったので、競りに出さなかったやつを持ってってって言われてね、値段出してね、安めで買ったんですけど、なんかね、このまんまじゃ使えないでしょ。それでね、ジュリアンってこう冬のお花なんですよ。冬から春なので、この状態のこの子が少し良くなるのか、寄せ植えとかに使えるようになるのか、ちょっと大きめにして様子見ます。あんまりね、安くなってるからとかって言って、私は苗ね、安くなってるお肉とかしょっちゅう買うんだけど、こう野菜の処分品
野菜じゃない、花苗の処分品はね、なんか一か八かな気がする。あんまりおすすめしない。まあお肉なんかはね、その日に食べちゃえば大丈夫だけど、こういうお花はね、だから普段は買わないんです。でもなんか持ってってって言われてね、つい情にほだされて、でも結局使い物にならなくてね、捨てちゃったら無駄なのでね、隣のおじさんが言ってましたよ。競りの人にね、いい人だなって、いいお客さんだななんて思われなくていいんだって。ね、根っこはこんな感じ。だから元気になりそうなのだけ植えます。これでね、もりもり元気になってきたら、皆さん安売りのものでもいいですよって言えるでしょ。こんな感じでね、植えてみます。今日はね、幼稚園の正面玄関のところに置いてある花壇っていうのかな、プランターの入れ替えです。それでね、これはね、みんなね結構悪くなっちゃってるんだけど、ベゴニアはやっぱり強いですね。残ってる。それでこれは全部引っこ抜いちゃうのはちょっともったいないねっていうね、お話をしていたので、竹を詰めます。切り戻します。とりあえずやってみます。で、悪い葉っぱとか枯れたところを取って、ベゴニアって切り戻すとね、また咲いてきますから。ただ花を取っちゃうと葉っぱだけになっちゃうかな。これはね、正面玄関の外側にだいたい置いてあるんだけど、重たい鉄の横にスライドする大きなドアがついてて、そこの開け閉めした時に車止めっていうのかな、ストッパーになってるところに子供がつまずいちゃって怪我をしないように、そのストッパーのところに一つ植え込みを置いてあるんですね。だからこれがその役目を果たしてた。で、園の中身だから、まあ子供たちもいたずらするっていうかね、外の花壇はあんまりいじったりしないだろうけれども、お孫と遊びにね、触れることはあると思うんですよ。でもね、しっかり咲いてますね。引きちぎったりするような子は今いないんですね。そんなに良くもないけれど、こことここに足した方がいいね。こんなに切りました。このほら、コガネムシの幼虫がいる。コガネムシの幼虫なんかはね、害虫ですから、ガーデナーっていうのは踏みつぶしてしまったりするんだけど、私はなんか害虫もね、共存共栄みたいな感じで、とりあえずね、コンポストに入れちゃいます。コンポストの悪いもの食べてくれって。でね、近所の、知ってるおじさんとかがね、カメムシが発生してうちから出てくんじゃねえかなんてね、クレームを言ってきたりすることもあるんだけど、カメムシなんてね、見たことないですよ。少しはいるんだろうけど、大発生するほどのカメムシは、こうやって2個足しました。もう1個足すかな。でもちょっと暴れてるよね。でも根っこ薄い。こんなちょびっとしか、刺したのかな。いや、これはこれでちょっと試しに置いてみます。2個足しました。またこれが悪くなっちゃったら取り替えればいいからね、全部抜かないでくださいっていう希望だったので、これはこれで持ってってみます。あとは一から植えていくんですけれども、幼稚園の
植え込みっていうのはちょっと条件がいろいろあって、長持ちするもの、それから気難しくないもの、そして毒とかがないもの、あとトゲがないもの、そんなものを入れていきます。で、できれば置いた時から華やかなもの。このトレニアなんかどうかしらと思うんだけど、ちょっと根鉢が大きいね。鉢に植えてたやつで結構大きく育ってます。これならね、これでバッチリ。トレニアも夏は咲かなかったんだけど、涼しくなってきてね、咲き始めました。で、これは切り戻してあるんですけども、夏の間咲いてないからね、これから晩秋にかけてよく咲くと思います。冬は無理だけどね。で、これで1個2個出来上がり。あと3つ。毎回ね、入れるものをちょっとね、悩むんです。何入れようかなと思ってね。フォーチューン入れちゃおうかな。花壇の女王だもんね。根っこも伸びてきてる。土入れちゃう。この間植え替えて少し大きくなったベゴニア。4個でいいかな。もうちょっとこんもりする予定なので、4つにしときましょう。あとはね、このあまりにも可愛いんで、これマム入れちゃおうかな。どのぐらい咲き続けてくれるかによるんだけど、でも1週間で終わっちゃうなんてことは絶対ないから、このマムの可愛さを菊なんですけどね。菊ってお葬式の花みたいな感じするけど、でもガーデンマムは可愛い。切り花の菊でもね、ポンポン咲きみたいなね、ちょっと丸い菊とかがあって、花束とかにね入れたりブーケにしたりとかすることもできるような洋風の菊も出てます、ね、菊だからといって偏見を持たずにね、可愛がってもらいたいですね。あともう一個可愛いよね。最後の一つです。なんか寄せっぽくしてみようかな。パンジービオラがね、もう十分咲いてるやつがあればいいんだけど、まだなんで、金魚とかペンタスでちょっと華やかにします。唐辛子入れるとね、また食べて辛いってなっちゃうからね。これなら大丈夫でしょう。皮ね、30度以上だと活躍っていうか活動できないんですって。なので気温が下がってきた秋の方が蚊が出るんだって。怖い情報ですよね。テレビでやってたの本当かよと思って。蚊ね、一時だけだから我慢すりゃいいんだけど、たまにブヨに刺されてね、あれは後引くから。冬はね、虫がいないから好きね。これでちょっと傷んでるところは取って、これでいいでしょう。
これで幼稚園の植え込みは出来上がりです。このニューカランコエは寒さに弱いですから家の中に入れなくちゃいけない。それで1,2,3,4,5個あるから、もうこれは一島鉢に植えてしまう。結構ね重たい土に植わってますね。でカランコエも多肉系なので土は結構落としちゃいます、ね、こんな感じ。なんかいい土だけど結構重たい土に植わってます。うちは外で管理してるから雨降ればこれ水かかるし、こういう重たい土だとね水あげすぎっていう感じになっちゃいます。でこれをこう植え込んで、もうちょっと軽い土を入れます。カランコエっていうのは咲くと華やかなんだけれども、咲き終わってまた次々とっていうもうそういう時期でもないので、これから暖かくなるまで枯れないように家の中ですね、温度がもうちょっと下がるまで外で頑張ってもらって、でこれはもう水はあげないでいいです。カランコエはね水あげないで大丈夫です。特に外置いてる場合はたまに雨がかかるぐらいのお水で十分です。で家の中で水全然あげない場合は月に 2,3 回10日に1回ぐらい鉢底から水が出るぐらいまでたっぷりあげて、そしてあとはまたカラッカラになるまで放置。それで大丈夫だと思います。ちょびっとずつ毎日あげるっていうのは良くない。そういう管理の仕方をしてみてください。なぜかっていうと水たっぷりあげて、それで光が弱いと徒長します。なのでがっしり育てるには水を少なめ気味に育てた方がいいと思います。これはこの間ビオラを植えたやつで1個溶けちゃいましたね。弱ってる株だったんだと思います。でこれ3株でね、これ伸びてきたのでもうちょい切ります。これは花芽が上がるのもずいぶん先だと思う。こんなことしてるうちにね、ちゃんと花のついてる苗が出てきますから、ね、こういう作業は無駄かもしれないけど、でも今の時期にこういうの買っちゃった人もいますよね。でそういう人はねこうやってちょっと切り戻して、でこの際だから株をちょっと大きくねしっかり育ててみてください。ね、こんな感じ。こっちも一株ダメだね。で上に伸びてきちゃってるのは切り戻す。この高さがあんまり高くなっていかないように今はこうやって切り戻して株を大きくする。背が伸びないようにね。こういうのってバサバサって切っちゃってもいいんだけど、でもここにあった株みたいに溶けちゃうこともあるので少し丁寧にやってます。これが真面目に1個ずつ植えたやつ、ね、こういう感じで育ってきてるのは切る。こうです。伸びてるのは切っちゃう。茎が伸びてるなと思うところは切っちゃう。これなんかはそんなに徒長はしてない。
てるのは切るのがねかわいそうと思う人もいるかもしれないけど、先々のこと考えるとね、切ってあげた方がかわいい株に育ちますね。なんかちょっとねいろいろ動きすぎてくたびれてきたみたいな感じで、ちょっと体調が思わしくなる。風邪ひくかもしれない。こういう時には無理はしない。昨日ね息子が来て、うちの前の広場の草刈りをしたんですよ、頼まれてね。それでそれを引き受けることにしたんだけれども、刈るだけ刈って、あと刈った草が残ってるから、それをまとめて片付けようと思ったんだけど、なんかね暑いしちょっとクラッとしてきたからね、全部やんないで少しやって終わりにしちゃった。別に急ぐ仕事でもないので、体調見ながらやろうと思うね。風邪ひいちゃって私がダウンしたらちょっと大変だから、私がダウンして体調悪いって言ったらね、末っ子がご飯作ってくれたりはするんですよ。だけどね、自分の仕事もできなくなっちゃうし、だから少しゴロッと昼寝でもした方がいいかもしれない。でビオラはこんな感じで切り戻して、あとこういう黄色い葉っぱは取る。こういうねお手入れしてる時に白くなったりする葉っぱがあるんですよ。こういう虫食ったりね。でこういうのをお手入れしてる時に取っていくと、株全体も綺麗に育つ。今日はね宅急便いっぱいありましたね。こんな感じでいいでしょう。この時期の葉っぱはね大事にしなくてもまだまだ次の葉っぱ出てきますからね。こんなもん。